It has been established that persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. これ歩けるんですね。歩こう。歩きます。注意。よいしょ。レベル1ぐらいの剣を手に入れました。流れすぎ。はい。なるほど。わかりました。はい。OK です。なるほど。はい、ありがとうございます。開いた。本流、濁流で避難場所みたいなところを回った印象、寒そうっていうのが印象です。寒そうですよね。なので今日火出るかわかんないですけど、火出てきてる方がいいんじゃないかなっていう。で多分ボトムでじっとしてるんじゃないんでしょうか。お腹つける系ね、こういうタイミングいるんで。なのでちょっと表層水温温まってぷかっと浮いてくれたタイミングで釣りたいなーっていう印象です。あとは頑張ります釣れるかな。カエルいっぱいおったからな。箱を出したけど結局アベントしか入らないですねどうしようまあギルロイドはいるわな。アイアロー、ミミズ、うなきゅうにしようか。うなきゅう10やな。やっぱまずこのボックス見たら大体みんな笑いますもんね。意外とこういうのも入れとった方がいいかも。いいんじゃないですか。釣れそう。でも投げたら切れるとかそういうことするんですよね。よし、 OK です。さて三原節第2弾、今日は和歌山県紀の川に来てます。関西メジャーフィールドなんですけど、僕はほとんど未経験、有名エリアだけしか行ったことないとかですけど、しかも行ったの何年前かな、9年前ぐらい以来行ってないぐらい、初めてなんですけど、まあ梅雨の、雨がすごかった時期の中休みみたいな日で、川もねすごい濁流なんですけど、なんとかこのアーリーサマーの時期、三原節らしく三原節で紀の川をぶった切ってやろうと思います。ということでよろしくお願いします。楽しみ。紀の川に来ましたとか言いながら、紀の川こんなちっちゃくないですからね。まずは、増水して入っているであろう支流に来ました。いるんでしょうか。すげえな、一瞬でパンパンになったな。これ完全にあのタイミングでしたね竿持っとけよって話ですね。でか、あれめっちゃでかないですか。やばいめっちゃでかい。あれは事件だ。あれは事件だ。あれえぐいな、今のやつ。とんでもないですね。多分8ぐらいじゃないですか。
すごいのおったな今。どうしよっかな。あれもバスやな。あ、そう。慌てた。55ぐらいですかね。5は絶対あれでしょっていうやつと50ぐらいのやつがいるんですけど、50ぐらいのやつは食いそうです、すごく。ただそれ釣っちゃうとでっかい方逃げちゃう気がして、ちょっと出しづらいですよね。でも釣っといた方がいいんかな。なんか狙ってるもんが小さそうな気がしますね。それこそカエルとか。意外とこっちの方がでかいの食うんじゃない？あ、食わんかった。マジか。こいつですよ、こいつ。なんやろな。なんかただめっちゃでかいっす。あんな感じで落とせたら完璧なんですけどね。でっかい。やばい。危な。おっしゃ。おっしゃ。やっば。でっか。やばい。あ、でかい。これやばい。でっか。ちょっと取れるかこれ。やばい。あっしゃこれいやでっか。うわすげえやばい。やっぱギルロイドな感じになってもうだけど、でっかいわいいね。いやでかすぎる。一発目三原節絶好調ですね。お、5いってるこれ。
ってるんじゃないですか。でかすぎ、すげえこれギルロイド半端ねいきなり、55スタートという、ね、なんか先頭打者ホームランみたいなことしたんですけど、ですね、さっきのバスを、橋の上から見つけて、で観察してたんですけど、うな重とか、プロトンのシンカーとか三原虫とかいろいろ投げたんですけど、その船のこうスリスリってしてるのを見て、55ぐらいあったんで、そのぐらいやったら小舟ぐらいは食うんじゃないかなとで思ってギルロイドにしました。で、ちょっと濁ってるっていうのもあるので、このフリッカーゴールドっていうカラーで、ゴールド系のカラーでね、アプローチしたところ、最初、間違えてというか、アクシデント的に雷魚が軽く食って、で持っていくのにバスが反応して外れてちょんちょんとしたら釣れたって感じですね。船パターンですね。さあ、あとどうしようかな。本当に定番なところやけどいるのかな。うおっ、今見えましたね。今見えましたね。なんかバスっぽいなーっておちょくっとったら食いましたねここは紀の川本流の逆湾路って言ったらいいですかねに来ました。いるんでしょうか結構紀の川でよく見る景色ですよね。すいません、本流にちょろっと足を運んだんですが、やっぱり今この増水、雨の後、昨日までずっと雨だったんで、雨の後の増水したタイミングのやっぱこのクリークっていうのは朝一からなかなか正解な場所に行ってたんじゃないかなと。で結構いろんなインレットも機能し始めてるんで、なかなかいいタイミングに来たんじゃないでしょうか。いやすごいなこれ、ちょっとやばいね。ちょっときついですね。ダメ。やばい、カエルだらけ。お、何？なんか食ったぞ今。バスや、バスや、バスや、止まった。いいサイズ、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 いいサイズ。
おお、大トロいいサイズですよこれ。よいしょ。おお、まさかやな。やっぱおったね。よし、よいしょー、よいしょいいんじゃないですかナイスバースいいね。よく引いたいいバス、木の皮バース、三原エイプロトワンの進化、いい食い方しましたね。46、さあどうだ、45、対抗あってかっこいいなこいつ。丸飲み完璧ですね、バッチリです。綺麗な対抗のある本流バスやったんですけど、まあこの奥のクリークの、一番奥が朝と打って変わってすごいオーバーフローで流し始めて、ここの川のクリークの、流量が増したと。ですると、まあ、本流にもこうダイレクトにカーレントが当たるんで、本流からの、バスもこの流れを求めて入ってきやすいと。で入ってくる入り口で、朝は上が流れてなかったから上の強烈なインレットのカレントを求めて水路をガーってバスも上がってたと思うんですけど、もう今はカレントが強すぎて多分下ってこの本流のカレントとクリークのカレントが交わるこの辺、まあゴミとかも溜まってるんでこの辺に多分多いだろうと思って、下ってきてすぐのことでしたね。で釣れたのが、まあ、こういうちょっと水が何ですかね、よどむというか、まあ、オイルフェンスの間なんですけど、ちょっとねこの奥がもわもわっとして、あそこだけこの緑の浮き草がないんですけど、あそこだけ流れが当たってる証拠で、その周りがちょっとよれてるというか、よどんでるというか、なのでバスが一番つきやすいスポットだろうと。まあ、最初はねそこのブッシュ、本流とクリークの境目のこのカバーもいいんだろうなと思ったんですけど、おそらくちょっと水深がありすぎたんと、あと水が揉まれすぎて気づかないのかなというところで、ここに投げたら1回ミスバイトでチュプってミスバイトがあって、もう1回ちょん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 と同じアクションしてミスバイトあったところでホールさせたら食ってたっていう。でまあこのプロトなんですけど、一応名前はまだないんですけど、三原エビって呼んでおきます。で、コーヒー銃のまあ芋系なんですけど、スカートをこう半分にしてたり、まあ、どちらかというとちょっと泳がせ系の動かし系の芋っていうか、まあ、コーヒー銃ワームを、今作ってます。まさに理想の釣れ方だと思います。フォールでもいいし、泳がした時にこう首も振るし、こういう浮き草の上やったら全然ちょうどモコモコモコってできて、さらに沈めて浮き草の下にも入れられるという、いいんじゃないでしょうか、三原節っぽくて。じゃあ行きますか。いけそうじゃないですか。これ行くのって感じですけど。亀の匂いすごい。くっさ。一回上がって普通に来るのが大人ですねこれおえってなる一歩手前ぐらいのレベルで臭いですよね。
おいやこれ違うでしょ。バスやでっかマジかバスやん。ちょっと待ってこれどうしよう。おやばい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 これガチでやばいぞ。やばいぞこれ。バレるバレるバレる。あバレた。うわもったいな。巻かれてバレた。やばかったけどもったいねえ。すごかったですね絶対ライギャー思った。うわもったいなけどあるな。面白いですね。猛電やろな。あんな激しいバイト久しぶり。オッケー。行きましょう。三原節。おおちょっと待って、おお言うと思ったはい、では今回使ったタックルなんですけども、まず、アベンタクローラーとか、あとアベンタクローラー RS とギルロイド、ギルロイドベイビーっていう、重量系のルアーで、使ったのが、ロデオライドリバイバーバトルクライに、グラビアス 8.1 でラインが、X レッド NS の18で、アベンタクローラーには、ピアストレブルブルータル10ですね。で結構定番、僕のなんていうんですかね、看板的タックルなんですけど、今回その X レッド NS18 にしたその18の理由なんですけど、その普通の X レッドと、X レッド NS って、違くて、ナノスリットっていうのが入ったのが X レッド NS の18なんですけど、ラインの径が細くなってます。で細くなってて、そのナノスリットによる、結束強度が上がって、強くなってますよっていうのが NS なんですけど、こういうビッグベイトの釣りと、こういうパワータックルの釣りってその、カバ打ちは別なんですけど、ビッグベイトってこう根ずれすることが少ないじゃないですか。だったらその普通の X レッドって径がちょっと太めで根ずれに対してものすごく強いんですよ。ただこのビッグベイトの釣りってパワーのあるロッドでハイギアのリールを使ってある程度の太いラインを使うと、カバーにすられてラインがブチッと切れることはまずない。じゃあ何が必要かっつったら、このラインの結束の強度と、できるだけ細い方がそれはありがたいので、今回、今回というかもうその NS がねリリースされてからは、僕基本ビッグベイトには NS の18っていうのを、使うようにずっとしてます。それが前回そのボリューム1のあたりから、どんどん煮詰めていったタックルのとこかなっていうのがありますね。今年のタックルって感じです。次ノーシンカーなんですけど、これは C67MST っていう、ソリッドティップのミディアムの竿を使ってて、ラインが、X レッド NS10 ポンドで、リールが 7.3 のギア比のグラビアスベイトリールなんですけど、でルアーが主にこの高比重の三原エビを使っていました。何でも扱いやすい
竿です。ミディアムのソリッドティップの竿なんで。でまあそうですね、根ずれとかっていうことも、特には考えずに、そんなごちゃごちゃなカバーがあるところで釣りすると思ってなかったので、もともと、今回もその、NS を中心に、組んだっていう感じで、これ結構普通にただ扱いやすさを重視したっていうところでの、10ポンドでもありますし、飛距離も出るし、で脳進化を扱いやすいというところで、組んだタックルです。はい。はい。はい。シュールやな。まあ今日タイミングいいっすね。わ、流れてる。ずっと流れてなかったのに。これ多分昼休憩終えたぐらいにはちょうど本流側流れてますよ。朝アベンター RS 投げてて、さっきは、カレントが効いてるクリークの反転流をこのオリジナルアベンタシェルラミネートで、アピール強めに釣ってたんですけど、朝は小場所なんで逆にこういう RS 釣ってて、で今また RS を投げるんですけど、こういう水が止まってるところというか、大きく巻いて動いてないところ、こういう流れてるところやったら逆に早く通り過ぎちゃうんで、ルアーが、あらかじめアピールを強くして、食わせるっていうのが、ルアーの強弱の使い分けなんで、流れてたらオリジナルアベンタがいいですけど、今から投げるとこってこの水門の反転流じゃないですか。っていう時にはちょっと弱めでスローに誘える RS で行ってみたいと思います。すごいこっちに流れてるから多分ここでしょ。ここおい出ないですね。出ないですよどうしよう、どう行こう。バスいた。よっしゃ、ほら来たよ。よいしょー。はいはい、危ない。はい脳進化待ってましたみたいな食い方しましたねコンディションすごい。餌食ってる。かかりバッチリ。今のバスはこの水門のインレットの横の水門の角に
こっち向いてるのが見えたんで、尻尾だけなんですよね。尻尾だけ見えて、角に脳進化を落として、ホールさせ、一回ちょんってツイッチしたかな、覚えてないですけど、投げてちょんってしたらもうバフッと食うのが見えたんで、フッキングしましたっていう、結構普通、はい、普通の脳進化の釣りでしたって感じですね。三原節、なんか野球っぽいな今。その水門の中をやりたいんですけど、でしかも向こうがいいんですけどね、流れの筋が向こうなんで。結構飛んなっちゃいます。勝手に出てくれって感じですね。出た出た、でっかいでっかい、やばいやばい、ちょっと待って、勝手に出ろと言ったけど、これよっ、よいしょ勝手に出ろとは言ったけどよいしょ、ほらでっかこれ川バスというかすごいっすよこれ。ほら顔ちっちゃい、筋肉質、これはすごいわやばいですねこれ。ペンタクローラーやっぱ晴れたらシェードですね。はい、口閉じ、おおないんだ、4パチ、顔ちっちゃいし体高でかいし、いいバスですね。よう食ったな。アベンタクローラー、シェルラミネートなんですが、これブラックデビルっていうカラーで、シェルラミしてるんですけど、RS は僕よく黒を使うんで、マッキーで黒く塗ったり、これも一応羽黒く塗ったんですけど、ただ大きい羽物に関してはどちらかというとベイトフィッシュカラーの方が強かったりするんで、こうやってベリーを銀色のスプレーで塗ってます。真っ黒よりか、真っ黒にするんやったらマットブラックの方が僕は好きで、マットブラックじゃなかったらこうやってスプレーで、もうこれ簡単、羽取ってここテープでピッピッてマスキングというかして、でスプレープスってやっただけなんで、それだけでも多少違うでしょうと思いながら使ってます。でピアストレブルブルータル10にリング2つにすると、やっぱ羽物ってこの羽の間をどうしても食ってくることが多くて、でリング2個にするとこのフックの可動域が上がってこのポイントが触れる範囲がね広がるんで、全然バイト逃すことがないという、今更というか、定番ですけど、定番の中にもちゃんとこだわりを入れると、より武器になるんで、行こう。三原節。ほう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 。なるほど、そういうことか。はい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 。夕方本流にやってきました。インレットが絡む場所で、ちょっとね流れも落ち着いてはいないですけど、朝よりかマシかなということで本流絡みで釣ってみたいと思います。とりあえずめちゃくちゃ流れてるんでニルベビかな。これぴょんぴょん危険ですかね。ここぴょんぴょんできそうやな。ちょっとでも流れ通ってるな。ちょっと行ってみます。
気をつけてくださいねマジで。これはやばいぞ。これはいないっす。戻りましょう。戻りましょうにも戻れないでしょう。よっ。はい、お疲れ様でした。初というかほぼ初の、紀の川だったんですけど、まあ連日のね雨で本流がすごい、流れて、でバスの状態はありさま、流れを求める魚だけど本流が強すぎるから、まあクリークとかのねインレットに、刺して、でまあ増水っていうのも、助かって、まあ、そういうところに刺して、まあ、そこで固め釣りっていうかな、で結構いいサイズも釣れたし、で55も出て、アメッタクローラーでも出て、まあプロと脳進化ワームまで、まあ、すごい楽しい釣りが、できたなと思います。まあ状況、まあ濁って流れてね、釣り場エリアが限られて結構状況が悪いかもしれないですけど、やっぱその中でもバスは必ず動いてて、でこういう条件こそすごいギュッと固まってることが多いんで、まあ、それに、対して初場所なりに、アジャストできたのは良かったのかなと思います。ということで、まあ、第1回のね三原節ボリューム1でもなかなかの超過やったんですけど、ボリューム2でも、また釣れたんで、次ボリューム3のハードルがすごい上がってると思います。はい、まあ、ということで、ボリューム3次またどこでいつあるか分かりませんが、次も頑張りたいと思います。ということでお疲れ様でした。